everyone, this is Karen's channel. なんとシンガポール政府が大幅に規制を緩和しました。めでたしめでたし。3月末に盛大な規制緩和があったんですけど、雨の日が続いていてあんまり調査できなかったので4月になってしまいましたが、果たしてどう街の様子が変わったのか今日は見ていこうと思います。今日私がいるのはラッフルズオフィス街のあたりで、ここでは働いてないんですけど、お仕事後どんな感じでみんな動いてるのかなと気になってきてみました。なので早速ここからエスプラネードの方まで歩いていこうと思います。よくこの景色私の動画で見ると思いますが、シンガポールリバー、川です。川で合ってるよね。やばい、私小学生レベルいろいろ変わったことあるんで忘れないように携帯にメモしときました。まず一番大きいのは外でのマスク着用が義務から任意になりました。これはめでたいということで私もさっき外したんですけどすぐにつけちゃいましたね。今日もだけど昨日も一昨日もだいたいみんなつけてます。あとは一度に集まれるグループが全員ワクチン接種済みで5人から10人までになりました。もう一つ大きいなと思ったのはお酒の提供10時半までだったんですけどそれもなくなり、クラブとかカラオケも復活します。おめでとうございます。陰キャにはあんまり関係ないけどおめでとう。外はマスクなしでも OK っていうのは屋外なので、交通機関、エレベーター、ホーカー、コーヒーショップはマスク必要となります。そこら辺がちょっとグレーエリアだから調べたり様子見たり、play safe and just wear a mask everywhere you go って感じですね。あとオフィスの出勤は従業員の 50% だったのが 75% まで上がり、大規模イベントの収容人数の上限が会場の 50% から 75% になりました。ミュージックのライブも可能となったのでマジパリピモンドスイッチオンですよ。80歳以上の高齢者または起用歴がある方は2本目のブースターを打てるそうです。つまり4本ワクチン打つことになるね。後になんか雨降ってきた。やっぱ後に私たちも4本打つのかしら。いいんですけど、あとは1歳から2歳までの小さなお子様も自宅医療が適用されます。なのでお子さん持ってる方はほっと一安心。ご覧の通り歩きながら吸ってるからヒーヒー言ってるんですけど、いやマスク外せよって話だよね。ちょっと恥ずかしい本当にみんな外してなくて、ランニングしてる方はもともと外せるから外してるけどそこまで変わってないかも。でもこうやってマーライオンとか観光地に行ったら外してる人が若干多いね。外の空気求めてる方しか外してないかもしれないです。マーライオンの前ってなぜか TikTok とかソングカバー撮る人が多いので外してる人多いですね、マスク。あともう一つ劇的に変わったの、これはすごい。なんと観光客ウェルカムです。隔離なしですよ。どこから来ても隔離なし。これはもうみんな来ないとはぁって感じですね。シンガポールはみんな来てって叫んでます。隔離なしはワクチン接種済みの方でいよいよ観光客が押し寄せてきますと私は思う。嬉しいことに国別のカテゴリーがなくなり一般渡航ができるようになりました。出発前アートのみで入国が可能です。つまり着いてからの検査は不要になりました。隔離不要は本当に大きいですよね。短期間サクッと滞在できることもできますし、私も日曜日日本からクライアントがいらっしゃって、その方はトランジットでシンガポールに来たんですけど、トランジットの7時間本来なら空港から出られないものの外に出ることもできました。隔離いらないおかげで、本当にコロナ前の世界に戻ってきたんじゃないかなって強く思います。皆さん、私が今からどこに向かっているか分かりますか？エスプラネードといえばそこです。エスプラネードというのはこのドリアみたいな建物です。いたこんにちは。こんにちは。フレーバーが増えてる。ブラックセサミ、あとはほうじ茶も新しいですね。マンゴーパッションフルーツソルベと柚子です。これは新しいフレーバーですか？そうです。いつから始まったんですか？ちゃんと始めたのは今週からです。それまでまだレシピを試しながらだったので、ちゃんとレシピ出来上がったのは今日です。
正解した方いますでしょうか。レバーロです。ふーちゃんというアイスクリーム屋さんのオーナーがこちらにいらっしゃいます。いつもお世話になっております。お客さんから何写真？そう、ふーちゃんって作ってくれたの。すごいいいね。かわいいね。もうファンいるんだ。嬉しい。私は黒ごまとほうじ茶にしました。黒ごまうまく丸くできるかな。では溶けちゃってきているので、こちらほうじ茶の方いただきます。美味しいよふーちゃん。いろんな人に見守りながら食べる。風味豊かで、でもさっぱりしてて美味しいですね。ほうじ茶が一番溶けてるから、猛スピードで端っこのをいただいてます。ミルクの感じが結構あっさりしてるから、お茶好きにはいいかも。じゃあ下の黒ごまも新しいフレーバーいただきます。美味しい。美味しいです。報告していくスタイル。めっちゃ美味しい。ごまなんだけど、ごまなんだよね。ちょっと意味わかんなくなっちゃった。ごまっていう感じがない。ミルクと絶妙なバランスがあって、すごいまろやかです。両方好きだな。ごまの方が風味は強い印象。もっと濃厚かな。美味しい。レバーロの新作のフレーバー、皆さんもぜひ試してみてください。実は一緒にアイスクリーム食べに来た方がいます。こちらです。じゃーん。トヤチャンネルのお二人です。こんにちは。お気に入りのアイスフレーバーはありましたか？僕はミルク一択です。私はメロンが美味しかったです。ミルクとメロン、私も食べたけど美味しかった。割とさっぱりしてますよね。ぜひ皆さんもフレーバー見てみてください。夜のオフィス街来ました。これは香港を思い出す。 LED パネルが大きいから。私カメラ構えてるとみんな撮ってると思われて、すごい申し訳ない。撮ってないです。自分撮ってます。はい。7時半ぐらいでこの明るさ、さすがシンガポールですね。いやー、今のところこのオフィス街の外もみんなマスクしていて、さほど変わらない感じです。旅行に関してもう1点あったのですが、マレーシアとの陸路がワクチン接種済み対象者へ再開しました。つまり前までは飛行機のみだったんですけど、今はワクチン済みであれば車で、バスで、バンでなどなど使用者での移動が可能になりました。ジョホバルとシンガポールのブリッジ、今激混みでガソリンが足りず、4分の3ガソリンないと渡れないんですね、マレーシアに。それが足りず引き返された車の数とか日々ニュースで報道されてます。結構マレーシアに行きたがってた人たちが多かったんで、ガソリンも安いし物価も安いし、家族がいらっしゃったり、いろいろ事情があってマレーシアに行きたがる方が多かったんですが、車で OK となってからもうみんなうわーって言ってます。いやー、今月は本当に光が見えてきた月で、普段こういう近況報告するときはまた一から戻るっていうお話ばっかりだったんですけど、今回は嬉しいご報告ができて、とても希望が見えてきたっていう感慨深い思いです。2年間サーキットブレーカーやフェイス2ハイトネルドルってコロコロ変わってたから、いろいろ思うことは皆さんあると思います。これからも油断禁物で対策はしつつ日々の生活を送ろうと思います。やっぱりマスクはまだしよっかなって感じです。以上でシンガポールの嬉しい規制緩和と新しいアイスクリームの味フレーバーご紹介と、戸谷さんご夫婦の出演でした。いろいろ山盛りでしたが、皆さんご視聴ありがとうございます。Stay safe and I hope everyone can come to Singapore soon. これから観光客戻っているのを私はワクワクしてます。ではまた、バイバイ。